いの皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と、その他諸々の絶望と寄り添っていくチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、どうですか皆さん、史上最悪最低のねチャンネルへようこそ。このチャンネルは絶対零度の世界最果ての力をお送りしています、ね、寂しい悲しみに満ちた空間から皆様へね、皆様の絶望と寄り添っていくというね、そうどうも申し遅れました。私がこのチャンネルを運営しておる人類の敵ネガティブマンです。さあ今日はあれですね、安楽死は絶対必要である第9弾ということでね、見解を述べていこうと思いますけれどもね、本当に第9弾なのかちょっと不安になりましたからね、ちょっと調べてみましょう。あ、大丈夫ですね。第9弾ですね、今回はね。まあいろいろごちゃごちゃね、第8弾まで行ってきましたけれどもね、安楽死っていうのはこのリアルにね世界を変えていくという意味合いにおいてね、他のなんて言うんでしょう、僕の遺言的なね、こう世界を呪う、世界を滅ぼすっていう意味合いにおいてのね話だったりね、思想とはちょっと違いますよね。リアルにはもう本当にお願いしますっていうね、そういうね切実なね。でもね、過去にもね安楽死党とか政治勢力としてね安楽死を推進していますみたいな小政党がね湧いては破れしてきましたからね、非常に現実的ではないといえば現実的ではないんですけれども、でもリアルで一番現実的にやってもらわないといけない、もうね、そうね、皆さんにお伝えしたいのは安楽死を認めますみたいなことを言っているねちっちゃい政党でも、まあちっちゃいなんていうんでしょう、市会議員とかね村会議員でもいいですけれども、そういうちっちゃい人でもいいですから、そういうのを目に見かけたらね、どうかね清き一票を入れてやってください。やっぱりこうね、これは人類を解放するためのねリアルな一歩なんだっていうことですよね。それが本当に大切ですから、騒いでいきましょう。もう絶対安楽死がポイントですからね。そうなんですよ。もうね、私もね今までごちゃごちゃ言ってきましたけれどもね、そうここ最近ね本当にねこう体の芯から疲れたなっていう感じがします、人生においてね。そうなんです、疲れたな。それはなんて言うんでしょうね、13年前に死亡してね、2016年からネガティブマンと名乗っていますけれども、なんて言うんでしょうね、そういう絶望から来るとかね、こう死にたい気持ちから来る疲れたではないんですよ。なんか本当にね、もう人生もうなんかこうね、死亡してから13年の間でいけば一番今がね余裕があるというかね、そういっぱい喧嘩してこうなんて言うんでしょうね、
いっぱい嫌なことを克服した甲斐があったのかなかったのか知りませんけれども、今ようやくねなんか落ち着いたと言いましょうかね。これからねこういう話をするとね周りの知り合いはみんなねいやそんなことを言うもんじゃないよとね、いやいやそう言ってるやつに限って死なねえんだよみたいなことを言うんですけれどもね、いや違いますね。人間っていうのはね僕2014年に肺を潰して入院3週間ぐらいしたんですけど、その時ねこの話は何度もしてますけど、その時の先生にやっぱり言ったんですよね。やっぱり人間は元気にならないと自殺する元気も湧いてこないんですよっていう話をして、それは入院中ずっと考えてたことでね、何か足りないものだったり何か病気だったりすると治そうと思ってなんかね自殺する余裕がなんかなくなってくるんですよね。気力がなくなってくるんですね。積極的なね。そうなんです。で今ねちゃんともうね親孝行もねしてどこからもねもう文句が出ないであろうというレベルでねぶっ込んでやりましたしね。もういい年ですからね、おじさんになると全てがどうでもよくなるんですよね。若者の皆さん、あなたたちは未来にとても恐怖を抱いてたりするでしょうけれどもね、何の心配もないですよ、正直なところね。あなたたちの苦悩は続くし苦労も続くし、なんて言えばいいんでしょうね。ただ続いたところでおじさんになるともうね死ぬまであといくつだなみたいなね、いくつだなみたいな計算が成り立つわけですよ。そしてまたここで自殺しようともがんになって死のうとも失踪しようともなんか多分誰も気にしないだろうなっていう、まあしょうがないよねって周りも見てくれる年齢ですから、そうなるとねものすごく気が楽になってねくるんですよ。でそういうのもあるんですよね。余裕が生まれて余裕が生まれてるからこんなね YouTube なんかやってるんですよね。本当に2016年ネガティブマンと名乗り始めた頃なんかね潰れたチャンネルでギターを弾きながらね日々ギターを練習して泣きながらね、嫌な人生ね最後くらいはギターが上手くなりたいなと思って何十年かぶりにギターをね持って練習しましたけど、そういうことなんですよ。余裕が生まれたからね、なんて言うんでしょうね、人生のこの最後にねなんて言うんでしょう、我々氷河期世代っていうんですかね、恵まれない世代、そしてその中でもね飛び抜けて無能であった私自身がねやっぱこの世界に対して復讐を企てるっていうんですかね、憎しみをぶつけるっていう、憎しみをぶつける元気があるっていうのは余裕があるってことなんですよね。皆様ねあれですよ、ものすごく話がそれますけれども意外とそれてないんですね。意外とそれてない。そうなんですよ。なんて言うんでしょうね、復讐するぐらい元気があるってことですよ。密かにね、本当に死にたかった時なんかはね、昔の2ちゃん、今の5ちゃんですけれどもね、そこの無職ダメいたとかね、独身男性いたとかね、そういうもう絶望しかない連中がコメントしてるところで僕も絶望のコメントを書いてね、懐かしいですね。後でしばらくぶりに見てみます。そうなんです。
底辺チャンネルとかね、よく私が言うファッション底辺ね、フェイク底辺のね連中なんて、底辺はね、底辺で本当に死にたくて苦しんでる連中がね、あんな長ったらしいね綺麗な編集をしながらね、ミニマリストかっていうぐらいなね綺麗な部屋で住んでませんからね。ああいうファッション貧困、ファッション底辺ね、ファッションネガティブに騙されないでください皆さん。私こそね、正真正銘のね、そうなんか本当にね、精神の奥の奥、体の奥の奥からね、ああもう本当疲れたなーって、もういつ死んでもいいなーってね、最近よく思うんです。で、話はつながるわけですよ。やっぱ安楽死制度がないと困るんですよね、とってもね。そうだってこのペースだとですよ、私は世界労働反対委員会委員長の肩書きを持っておりましてね、労働には絶対に反対なんですけれど、戦争反対の前に労働反対ね、分かったか世界って何度もね、ライフワークとして労働反対の運動をしているんですけれども、結局ね、安楽死っていうポイントがないとね、70になっても80になっても労働でしょ。そしてなんて言うんでしょうね、多分家族もいませんからね、氷河期世代でね、家族も持てませんでしたから、底辺でね。そうこの間ね、知り合いの女性が言ってましたね。私ね、ネガティブマンはね、愛というものを信じないとね、なぜなら若い時愛に裏切られたからだとね。そうっていう話をしたらね、既婚女性のその人はね、その通りね、愛より金なんだと、そう金が一番大切だからねっていう話を、やっぱりそうなんですよね。結婚してね、子供が2人もいるようなね、クレバーな女性はやっぱり愛なんていうものはね、やっぱり信じてないんですね。やっぱり金なんですね、信じるものはね。そうなんですよ。まあね、話がそれにそれましたけど、とにかく安楽死っていうものがないとね、いつまでたっても労働っていうものにこうねと戦わないといけない。そうあとやっぱりね、僕なんか今すぐにでも労働をねやめたいなと思いますけれども、結局ね、やめたらでね、貯金を減らしつつすぐなくなってもういい年ですから生活保護も割とね受かると思うんですよ。割と自信あるんですけど、そうね、共産党の人にもね、創価学会の人にもねつてがあるのでね、私はね一緒にねダブルでついてきてもらって申請するとね、きっとなんかこううまい具合に通ると思うんですけど、まあでもそれもまだね、そんなねこうちっちゃなお金で、ね、生きながらえてもなーっていう、そこまでして生きたくないっていうかね、パンクロッカーじゃないですけれども、なんて言うんでしょうね、もう本当にね疲れたんですよ。一言で言えば疲れたんです。本当に疲れたんです。疲れたなと思って、人間って真の体の芯、精神の芯から疲れると、もうなんて言うんでしょうね、もう死んでもいいなと思うんですよ。やっぱりね、さよなら世界っていうかね。いやでも後に続くね人類のためにもね、
やっぱりこの世界は滅んだ方がいいっていうことをね、命の続く限り訴えていこうと思いますけれどもね、世界を滅ぼすためにね。そう、運が良かっただけのね、親ガチャが成功しただけのね、努力中だったり自己責任中だったりっていうのをね、そう無様で無残な死に追いやるためにもね、やっぱり僕はね、最後の一兵卒となってもね、武器を持って戦おう、そう思いますね。かっこいいセリフだなと思った。皆さん、それを言ったのはね、ロシアとの交渉が決裂した時のね、伊藤博文のお言葉ですからね。そうなんですよね。努力中とか自己責任中とかね、そういう教養とかないくせにね、僕をねマウントを取ってバカにするんですよね。本当にね、最後の一兵卒となろうとも武器を持って戦いますっていうね。そう、僕はね、やっぱりそいつらを倒すためにね、必ず倒してね、もうね、無様な命乞いをさせて希望を持たせた上でガンとね、こうとどめを刺す、ダブルタップスしてやりたいと思いますけれどね。いけませんね。ちょっと憎しみが暴走し、もう僕の血はあれなんですよ。川島直美はね、私の血と肉はワインでできているとね、くだらない名言をね残しましたけど、私はね、私の血と肉はね、憎しみでできてるんですね。私の血と肉はね。そうなんですよ。だってモチベーションがないんですから、もうね、それしかないんですから、全てに裏切られてきましたからね。報われなかったんですからね。やっぱりそう、まあ話がそれました。とにかくね、そうなんですよ。そう、大体おじいちゃんおばあちゃんも絶対もう今の時代隠居なんかできずに、結局のところ労働していたら倒れてね、または労働できなくなってヨボヨボになって生活保護をもらって、少ない年金もね頼りなくね、なんて言うんでしょうね、こう孤独死するのかね、はたまた特養老人ホームに入るのか、介護を受けるのかね。やっぱり多分そこまでいったら、どんなアホでも今の僕のように芯から疲れたなという気持ちになると思うんですよね。その時のためにもね、やっぱり安楽死が本当にね導入していただきたいんですよね、国にね。なんて言うんでしょうね、日本は外圧に弱いから、やっぱりこうね、本当に欧米だったり中国ロシアだったり、まあね、中南米でもアフリカでもいいですけれどもね、中東でもやっぱりこうね、世界中で安楽死施設的なね、安楽死システムね、セックス上納システムじゃないですよ皆さん。僕の言ってるのは安楽死システムを導入する国が増えればね、この国は非常に外圧に弱いね、うんちみたいな国ですから、昔からね。もうちっとも偉くもなんともないですよね。右翼を気取ってるやつほどね、僕のさっきの伊藤博文のような言葉を知らないんですよ。日本はね、100年150年前なんかもう世界有数のね貧乏国家のくせにね、武力だけ持ってるという今の北朝鮮みたいなね、へみたいな国ですからね。ちっとも偉くないんですよね。
かといってね、左翼みたいに売国する必要もないとは思いますけれども、もう右も左も大嫌いですね、私は。まあそんな話はいいんですけれど、とにかくこう安楽システムっていうポイントをね、設けていただきたいんですよね。そうすればおじいちゃんおばあちゃんだってね、私が思うにこう、そうすると死を促す勢力による差別がひどくなるって。じゃあそれはね、簡単に解決できるんですよ。それは今のね、まっちゃん問題でもそうですけど、それはもうね、性加害の問題みたく、それはセクハラだ、パワハラだ、ね、今そんな時代になって、ここ10年ぐらい僕もね、労働場にいるね、こんなホームラン打てそうな太い腕のね、太っちょのブスとかにね、ブスとかね、太っちょとかね、そう、なんかこう動物として可愛いから、なんかこうね、お肉をこう揉ませろとか言えませんからね。ひどい時代になりましたよ、もうね。いいんですよ。いいんですよ。本当にね。そういうこと言っちゃダメだっていうのはいいんですけれどもね。まだそういう連中があれじゃないですか、美人たちと同じ公平じゃなきゃ気に入らないみたいな風潮でしょ。ね。そう。私たちをモデルに使えとかね、言い始めてるわけですよ。ね。そう。ブスにはブスの権利がある。いや、その通りですけれどもね。権利あるんだけれどもね。ね。困った連中ですけど、でもそういうこと言っちゃダメでしょ。それと同じなんですよ。アメリカの同調圧力の真似をすぐ日本は真似しますからね。そう。今本当に何にも言えなくなってね、いい世の中になりましたよね。私も彼女たちの恩恵を受けてね、なんかパワハラ的な発言は本当に耳にしなくなりましたね。労働場においてもね、いい時代になりました。まあ労働者が少なくなってきてますからね、ざまあ見ろと思いますけれどもね、自己責任ですよ。氷河期世代をね、もうね、いじめにいじめ抜いたね、この国の失政、自己責任ですよね。自己責任のブーメランですからね。もうね、自己責任のブーメランがね、首に当たってスパーッとね、首ごとスパーッと飛んでいけばいいんですよ。ね、この国なんか滅びればいいんですよ。ああ、しまった。また憎しみがこう高ぶるとね、脱線しますけど、とにかくこの安楽死っていうものをやると、なんていうんでしょう、映画にもなりましたけれど、周りのプレッシャーで死ね死ね言われるんじゃないか。いやでもそれはもうね、先ほど申したように、それはパワハラだとね、デスハラだとね、死ねというハラスメントはデスハラだって言えばいいんですよ。デスハラは許さないぞってなればあれじゃないですかね。死ねって言われないでしょ。そうすれば自分のタイミングでね、生きたい人は生きればいいんですよ。金さん銀さんみたいにね。いや、俺はちょっと人間の限界に挑戦してみてっていうやつは別に生きればいいんですよね。死にたくないっていうやつはね。それは僕だって死は怖いですから、それはね、それはできればできれば死にたくないっていうのは怖いからじゃないですか。で、怖いっていうのは大体あれじゃないですか。孤独死的な、はたまた自殺的な痛みを伴ったり、苦しみを伴ったりするのが怖いわけでしょ。やっぱり死という概念の半分ぐらいはやっぱり痛みとか苦しみが伴うから嫌だなって思うわけじゃないですか。あと、死体の後処理なんかどうでもいいんですけど、ね、やっぱり家族とかがね、なんか賠償金を支払ったりするのも嫌だし、ね、なんかね、青木ヶ原樹海でこうね、死んだところで、自殺の名所で死んだところでですよ、やっぱり死体を処理する人がものすごい迷惑を被るわけじゃないですか。警察とかもね、見つけた人とかもね。
首吊りでも何でもそうですけど、安楽死はそれを解決してくれるわけですよ。死ぬ前にね、身辺をきれいさっぱり就活でね、ミニマリストにした上でですよ、安楽死施設に行ってですよね、そうね、死亡が確認したら葬儀は行わないで無縁仏でね、さっと焼いてさっと骨にしてね、そう砕いてね、下水に流してくださいみたいな要望をちゃんとね、人それぞれこう書いてね、いや葬儀したい人はすればいいんですよね。そうするとあれじゃないですか、家族にも迷惑かからないし、親族とかもね気楽だし、まだ自分自身もね、死んだら腐ってこうハエにたかられたりとかね、なんかゴミ虫にたかられる前にね、ちゃんとさっぱりしっかり焼いてもらえればね、気が済むじゃないですか。そうね、臭くなる前にね、なんかお通夜とか葬式でさらされる前にこうね、まあお通夜したい人はすればいいですけれど、やっぱ病気の苦しみもたくさんありますからね。私も最近ね、幼いやつからおっさんまでこういろんな外事を見てて、やっぱりね、そう外事もね、自分の意思で安楽死しますみたいなことなかなか言えなかったりするわけでね、そこら辺はちょっと問題がありますけれども、でも外事だってあれじゃないですか、いろんな外事だってね、私のようにこうね、年齢を重ねてみたりとか、もう60、70、80ぐらいまでいったらさすがにヨボヨボになってね、誰の目から見ても怪しいなっていうことになったら親族に決定権があるみたいなことでもいいと思うんですよ。外事の場合ね。外事の場合70からは親族が決定権を持って安楽死、でもそれ殺人じゃないかって言いますけれども、でもその外事にね、己の意思というか死という概念が理解できていない場合はそれはしょうがないですよね。というのもあるし、あとやっぱりボケですよね。老人だけじゃないですよ。我々の世代からも早期的にね、頭がボケちゃったりとかして徘徊を始めちゃったりとか、またはね、事故とかであうあうあみたいな、あう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 あみたいな、こうね、寝たきりだったりね、こうあれですよ、昔で言えば植物人間みたいな話になったら、やっぱりね、やっぱり生前にこうそうなったら安楽死施設に送ってくださいっていう、安楽死っていうポイント施設があればそれが可能じゃないですか。可能なんですよ。事前にね、こうボケてしまったらば安楽死施設に送ってください、有無を言わさず送ってくださいみたいなね。そう事故とかでね、脳死状態になったら送ってくださいとかね、植物状態になったら送ってくださいとかね、意思がある時にはほら、なんて言うんでしょうね、半身不随になって生きる希望がありませんってなったらあれじゃないですか、それでもいいわけですか。いやもちろん半身不随になっても頑張って生きようっていう人は生きてもいいですよ。デスハラはいけませんからね。そうでも希望を失う人は失うんですよ。僕のね、そうね、私事になって恐縮ですけれども、私の死んだおばあちゃんとかは長年ね、倒れてから寝たきりになってこう、大昔のことですからね、リハビリとかも不十分で、本人もあんまりなんて言うんでしょう、復活しようとも思わないでこう、なんて言うんでしょうね、15、6年ぐらいね、頭は割とはっきりしているけれども体が動かないみたいな状態でね、やっぱりそういうやっぱり希望がないわけないじゃないですか。やっぱりそういうのはやっぱり見てて辛かったですしね、子供心ながらにね、やっぱりこれもだって自殺しようとしても自分でできない体なわけですよね。そういう時はやっぱ安楽死施設があったらね、
家族も解放されるし、みんなハッピーなんですよ。みんないや、ネガティブマンチャンネルでハッピーって言いたくないですけれどもね、世界を滅ぼすというね、一応そういうなんて言うんでしょうね、中二病的なかっこいいね名前をでやってるんでね、言いたくないですけれども、でもやっぱりハッピーじゃないですか。その方がね、周りも楽だし本人も楽だしね。そう、周りが悲しむパターンもあるでしょうけど、やっぱり本人の意思ですよね。本人の意思が固ければ、いやだからこそリアルにね、これはすごくいいことなんですよ。絶対必要なんですよ。絶対必要だし、なんで言うんでしょうね。そうね、世の中必要のないものばかりですけれどもね。そう、例えばね、今話題になってるまっちゃん問題とかね、芸能人なんて一人も必要ないですからね。それと同じことですよ。だって芸術ってあれじゃないですか。それぞれ個人個人でやってればいいじゃないですか。音楽家は音楽家でやればいいね。やればいいですし、作曲は作曲でやればいいです。絵は絵でやればいいですしね。お笑いはお笑いでやればいいじゃないですか。ね。なんでこういちいちこうメディアに出て全く関係ないことをやって飯を食ってみたりね、くだらないひな壇でくっちゃべってたりとかね、ああいうことはいらないわけですよ。芸能人は本当は一人もいらないはずなんですよね。漫才師がいたりコント師がいたりね、女優がいたり俳優がいたり、今の時代女優って言っちゃあんまりいけないらしいですね。まあそれはいいとして、ですからね、いらないものはたくさんあるんだけれども、ね、テレビとかね、テレビもいりませんね。そうですね、いらないものはたくさんあるんですけど、そう必要なものはだから安楽死システムをね、もうね構築するべき時ですよ、人類はね。なんだっけな、カナダで実装されるという噂をこの間耳にしたんですけど、あれは幻でしょうかね。そうだからそういうクレバーな国が増えてくればね、外圧に弱いうんち国家日本もね従うと思うんでね、それをねなんとか早くしてもらいたいんですよね。実現という意味合いにおいてはもうあと待てて5年ぐらいかな。待てて5年なんとかなりませんかね。そう、まっちゃん問題とかやってる場合じゃないですよ、ね、どうでもいいそんなこと。そうじゃないですよ。もっと大切なことは安楽死をね、やっぱり標準装備する。どの国も標準装備する。世界の常識にしていく。ね、皆さんもですからもう安楽死に賛成っていうね、国会議員でもね、村議会議員でもちょっとでもね、市長でもいたらもう激しく支持して一票を投じてください。ね、そいつがもうね、ろくでもないうんち人間でも安楽死を認めるっていうその一条にかけていきましょうね。ということでね、そう、安楽死は絶対必要である第9弾ね。絶対零度の冷え冷えとした世界の最果ての地からお送りしましたね。話がね脱線しましたけれど、まあね、しょうがない。安楽死があれば人類はなんて言うんでしょうね、今の幸福度が 2% ぐらいしか、100% 中 2% ぐらいしか本当はないのに、みんなね生きがってポジティブ言ってますけど、本当は 2% しかないはずですよ。安楽死が常識となれば人間の幸福度は 15% ぐらいになるんじゃないですかね。大きいですよね。
間違って生まれてしまったんですから、死ぬ時ぐらいのね選択肢はこっち側にねあってしかるべきだと私考えます。ということでね、これもしつこくシリーズ化していこうと思います。安楽死は絶対に必要である第9弾でした。明日にも今日にも関東大震災が起きて、南海トラフが起きて、合法的にねあっさり死ねますように。ネガティブマンでした。